これでデラックスロボユニバース版大のタンカーになります。これで当時品の重戦車大のタンカーモードになります。これでデラックスロボユニバース版大獣人になります。これで当時品デラックス大獣人になります。こういうおもろ合体もできます。腕をね、取り付けることもできると。2体を合体させることで、これで大獣人余剰なし2体合体になります。こんにちは。小さい頃にビデオ屋さんで借りた10レンジャーのビデオがもうボロボロすぎて、もうほぼ砂嵐で何も内容が分かんなかったスタルケルです。今回レビューするのはこちらです。デラックスロボユニバースより大獣人です。それでは見ていきましょう。ということでね、来ましたけれど、ちょっと待って。これ発表されたっけ？待って。ここに見えるこれ。真剣王いいんだけど。デラックスロボユニバースの真剣王って発表されてないですよね。マジ？すごい。あれですね、ジョイント合体と結構ラインナップ似てきてるな。なるほど。RV ロボとかも来てほしいですけれども。まあ、良いとして。こちらね、今回なんと、2つです。もう恒例です。これはもう2つ買うべきですのでね、2つ買いましたということで、まあね、ちょっと、ネットではね、賛否ありましたけれども、実際どうなんだというところを実際に遊んでみないと分かりませんから、早速ちょっと開けてみましょうか。めっちゃこのイラストかっこいいよね、箱。で、そう。いや、もうさ、多分、この動画を見てる、ちっちゃい子にはね、ちっちゃい子っていうか、子供たちにはね、伝わらないと思うんですけれども、昔々にね、VHS なるものがありましてね、VHS で見てましたよ、僕は戦隊を。で、10レンジャーはね、もう全然わかんなかったっていう、思い出があります。こんな感じでもうパンパンに詰まっ、結構大きいな。結構大きいっすね。ということで、早速取り出していきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。で、この状態からね、組み立ててないやつはね、組み立てる感じになります。じゃあまずはこちら行きましょう。この牙をね、下に下げます。これでサーベルタイガーになります。で、このトリケラトプスはもうすでに OK で、このプテラノドンね、一旦これ外して、中のこのね、顔を取り出して、で、もう一回戻すと。これでプテラノドン完成です。で、次ね、10マンモスはここのところにね、くっつけてあげれば、これで10マンモス完成になります。で、ティラノザウルスだね。この足を下に取り付けてあげて、で、ここの上に、このブロックね、ここのね、背中の突起がね、2つ揃うように取り付けてあげて、この上にこのパーツをね、取り付けて、で、尻尾ね、ここに取り付けてあげれば、これでティラノザウルスになります。ということでね、それぞれ見ていきましょう。まずは、ティラノザウルスの見た目こんな感じになっております。いや、今回ね、ティラノザウルスが一番言われてたかな。ってことで、当時品と見比べてみましょう。これ当時品の大獣人の、守護獣ね、ティラノザウルスなんですけれども、見比べるとこんな感じになっております。まあ、個人的にね、一番気になるのは、この体のとこかな。これね、大獣人になった時に腰のね、部分に来るパーツなんですけれども、腰になった時はめちゃくちゃかっこいいんですけど、それをそのままティラノザウルスのこの体と腕に見立ててしまってるので、違和感が出てるのかなと思います。ここのね、この下
が大獣人の顔になってるんですけど、ここ本当はこう畳むんですよ。それをここのね、つけてるんですけれども、かぶせてるからこの横に来てるんですけど、このアレンジは僕はもう全然 OK ですね。逆になんならこのね、ダミーを使わずにさ、この中に顔が入ってるっていうのが、僕のね、このギミックめっちゃ好きですね。はい。で、このフレームがね、出てるっていうのも、個人的にはそんなに気になんないかなと思います。この、元々もね、この色が結構、なんていうの、灰色じゃないけど、そういう色だったんで、足ね。なので全然いいかなと思います。あとは尻尾かな。尻尾が武器のゴッドホーンになってますよっていう感じですかね。はい。これも全然僕はありっすね。その尻尾が武器になってるね、やつ結構いるじゃないですか。こういうアレンジはいいと思います。はい。なので、ここだけかな、気になるのは、この体が気になりますけれども。はい。じゃあ次行きましょう。こちら、10マンモス。はい。当時品と並べると、こんな感じになっております。はい。ここね、しょうがないとは思うんですけれども、牙と鼻がもう全部くっついちゃって、一つのパーツで構成されてますね。裏から見るとわかるんですけれども、こんな感じで。はい。ここと、あと、これはね、マンモスシールドにした時にちょっと気になる部分が出てきます。で、あと、横から見るともう、結構ね、もう腕をそのままね、体にしましたみたいな、ね、感じに、なってる感じかな。前から見ればね、全然いいので、これも、ここの体のとこだけかな、気になるのは。こういうね、細かい模様とかがちょっとね、簡略化されてる、ね、部分はあります。はい。そして次、こちら、トリケラトプスですね。はい。トリケラトプスも当時品、ね、と比べていきましょう。当時品のトリケラトプスと並べるとこんな感じになってます。なんか首が長いかなっていう、で、ジョイントがね、出ちゃってるっていう。これは、仕方ないのかな。はい。で、あとは、目がね、目とかこの牙みたいな、ここだいぶかっこよくなってるんでね、かっこいいアレンジをされてます。で、あとここの、前の方の角がね、こうだいぶ尖ったりしてて、だいぶこれはかっこいいアレンジだなと思います。あとは尻尾、この変形を簡略化してるので、尻尾がもうすでにここに、閉じてる状態、収納されてる状態になってますね。このトリケラトプスって、この一応足とかはあるんだけど、このキャタピラなんだよね。なので、ほぼほぼ違和感なく、首が長いぐらいですかね。再現されてるんじゃないかなと思います。はい。そして次はこちらサーベルタイガーですね。これ当時品と見比べるとこんな感じになってます。サーベルタイガーはね、足あるからね。当時品は。なので、多分ですよ。ここのさ、切りかけ、このね、くり抜かれてる部分、これね、トリケラトプスよりだいぶくり抜かれてるんですけれども、このくり抜きで足を多分再現してるんじゃないかなと思います。個人的には。ここが前足で、ここが後ろ足みたいな。ちょっとね、無理ありますけれども、なんかね、赤べこみたいなのちょっと可愛い感じになっちゃってますけれども、これもだいぶね、この顔の造形とかさ、ね、かっこよくなってるよね。こっちもこっちでもともともういいんだけどね。いいんですけれども、このアレンジめっちゃ好きですね。はい。で、この尻尾も、これは畳まれた状態になっております。はい。じゃあ最後、こちらですね。はい。プテラノドン。はい。プテラノドンね、一番可愛い。これ。めちゃくちゃ可愛いよ。じゃあ当時品と並べると、こんな感じになっております。当時品は、この、なんかこれ、重戦車キャノンとかだっけ、キャノンがね、足についてるんですけれども、もちろんそれはなく、ここの背中にね、もういっちゃってますね。はい。で、翼もちょっとちっちゃくね、はい、ついてます。これめっちゃ可愛いんだよね。はい。で、顔も、こうやってね、動くので、こうやってそのまま顔ね、ちっちゃく再現されてるっていう。いや、これはね、個人的にめちゃくちゃあり。
なんでかっていうと、可愛いからね。再現度とか、そもそもこのプテラノドンがもうすごい形してるじゃないですか。おい、これプテラノドンに見えないだろって形してるので、これをね、再現、これを無理にね、再現しなくても、これ全然こっちの可愛いので、いい派ですね、個人的には。はい。っていう感じです。はい。そして、これをさ、まず、これの、一応中間形態みたいな感じで、大のタンカーっていうのがあるんですけれども、それを再現できるのか、やってみました。はい。やってみた結果、はい。こんな感じになっております。で、最後ここにちょっと、これを乗っけるんですけど、これで、デラックスロボユニバース版大のタンカーになります。はい。これ割と再現できてるように、見えるとは思うんですけれども、実はね、このプテラノドンもそうなんですけど、ここ体ね、はい、繋がってません。はい。っていうのも、このマンモスの顔を体に取り付けるにあたって、この体とさ、ここ支えるジョイント使ったんですけど、はい。で、ジョイントがやっぱ足りないっすね。これ再現しようとすると。で、あと、腰のパーツとかも、一応ね、ここにつけて、一応この土台にしてるんですけれども、それでこう置いて、ちょうど、ね、よくしてますね。で、足とかも、こんな感じでもそのまま、こう、平行にできたらいいかもしれないですけど、これはこれで安定するんで、足これでいいかなと思って。で、尻尾ね、ここにつけて、で、ここに、このプテラノドンを置くという、はい、ことで再現してます。これね、どこにもジョイントがないので、ここの部分に配置することができないんですよ。なので、ちょっと再現は難しいんですけれども、やるとしたらこうなのかなっていう感じになります。で、いや、大のタンカーってそもそも何ですかっていう人にね、ためにこちら、せっかくね、当時品ありますので、こちらの当時品でね、変形、てか合体ですね。はい。やっていこうと思います。じゃあまずは、はい、こちらのティラノザウルスの足をね、ちょっと畳んであげて、で、この先端にね、この子たちをつけます。はい。これを畳んであげると。はい。こうですね。はい。で、こちら、サーベルタイガーも、これを、はい、畳んであげて、足もしまいます。で、この、ね、これ前にやりますと。じゃあちょっとこれ上だったかな。はい。で、牙上にやって、こうですね。はい。で、そしたらこれを、さっきのティラノザウルスの足ですね。ここに、くっつけます。ここに、ガシャッとね、はい、くっつけてあげると。こっち側もね、ガシャッとくっつけてあげたら、ここの黒いボタンを押して、ちょっと、ここの下の部分が動くようになりますので、はい。これを、この位置でね、はい、パチッと、はい、持ってきてあげますと。はい。で、そしたら、はい、こんな感じで合体できます。で、腕畳んで、で、10マンモスの頭外して、持ち手を出して、この持ち手を、この首の前の胸のこの穴ですね、ここに差し込みます。すると、はい、ここに顔が来ますと。それで次はこの体の部分ですね。これをちょっと開いて、めっちゃね日焼けしてるんだけど、はい、ここを、はい、起こしてあげて、でこれをパカッとね、はい、開きます。で、ちょっと前にね向けてあげて、これをこのティラノザウルスの後ろ、ここね、はい、ここにジョイントがあります。ここにガシャッと、はい、取り付けてあげて、横から挟んであげると、バチッと。で、腕を前に向けます。はい、こんな感じですね。で、そしたら、このキャノンをね、外してあげて、ここの先端に取り付けます。はい。こうやって取り付けてあげて、で、プテラノドンは、ここですね。このパーツ、この突起を、この背中の部分に、はい、パチッと取り付けてあげると。はい。これで
当時品の重戦車大のタンカーモードになります。いや、これがね、かっこいいんだよね。このそれぞれの顔が全部正面を向いているというね。はい。で、ここにもちゃんとでっかいキャノンがあるっていう。はい。めちゃくちゃかっこいいです。で、デラックスロボユニバース版とちょっと並べてみると、はい。こんな感じになります。まあ割とね、頑張って再現はできたんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。まあこのキャノンがないとかはありますけれども、まあこんな感じで一応頑張れば再現はできますよって感じですね。はい。それでは皆さんお待ちかねのこちらデラックスロボユニバース版で大獣人にね合体させていきましょう。はい。まずはこちらですね。はい。このトリケラトプスをまず頭外してこっちの上の方にガチャッとね、はい、取り付けてあげます。で、こっちのサーベルタイガーもここ外して上の方にバチッとね取り付けて、でここね、はい、牙を上に向けます。こんな感じでくるっとね、はい。でこれで足完成です。じゃあ次ははい、こちら行きましょう。ティラノザウルスね。まずこの剣ドットホーンを、はい、外します。で次一旦これも外して、でここのジョイントも外します。でこのジョイントをこっち側にね、はい、ガチッと取り付けてあげると。でそしたら、ここ外して頭ね外して、でこのパーツも、はい、2つに、はい、分解できます。で分解したらこのパーツをここにつければ、はい、腰パーツになりますと。でこれをこの真ん中の部分に取り付けてあげれば腰パーツになると。いや、このパーツの解釈おもろいっすね。はい。で、次ね、はい。この10万モスね、これを頭外します。で外したらここにね取っ手が入ってるのでこうやって取り出してあげますと。はい。でこれをさっきのね作った体の上にバチッとね取り付けてあげて、で腕をこうやって前に持ってきます。で拳を、はい、畳んでとか出してあげて腕を下に下ろします。反対側も拳出して、はい、腕を下に下ろすと。でそしたらこのね足に、はい、こうやってねサーベルタイガーとトリケラトプスを、はい、バチッとね、これ結構硬いです。取り付けてあげて、こちらプテラノドンのね、はい、このパーツを外してあげて頭を収納。でこれを胸に取り付けます。はい、こうやって取り付けてあげて、後ろに、はい、ここですね、この穴をこの真ん中のジョイントに、はい、くっつけてあげますと。でそしたら、この頭一旦ここに取り付けてあげて、で武器持たせてあげて、はい、シールドもね持たせて、でこれ外します。はい、外して大獣人の顔が出てきて、この顔はこの尻尾だったところにこうやってね、はい、こうやってつければ、はい、こうやってね外れないのでこうやって取り付けてあげますと。はい、これでデラックスロボユニバース版大獣人になります。どうでしょうか。いや、いろいろねおもろい部分がありましたね。はい、個人的に一番おもろいと思ってるのはやっぱこの腰だね。この腰パーツにこのさ、このパネルをわざわざ用意してるところ、例えばじゃあこれパネル外しましょう。はい、外してやるとこんな感じになります。細いよね。細いんですけれども、ちゃんとこの細さ、この空間を埋めるためにここにこのパネルを用意してるところ、素晴らしいね。おもろい。はい、こんな感じでマッシブな体に見えますね。でさっきのティラノサウルスの時に、ちょっとね違和感のあったこの腕パーツ、体パーツが腰に来ることによって、かっこいいね
はい、この大獣人の体を表現していると、はい、このためにあったんだなって感じがしますね。はい。で、顔も見てください。めっちゃかっこいいです。はい。プロポーションもいいし、ね、足長いし、めっちゃかっこいいんだよね。はい。こんなスタイルのいいね、大獣人を、この、ね、令和の世に手に入れられるという、はい、素晴らしい。この後ろのキャノンもちゃんと再現しているっていう、はい、素晴らしい。はい。で、まあ、ちょっとね、気になる点としては、個人的にね、この、マンモスシールド、この前足もくっついちゃってるんだよね。これちょっと気になるね。うん、でっかいもの持ってんなって感じがしちゃいますね。あとはやっぱ武器が小さいという、ゴッドホーンね。はい。これがちょっとちっちゃいっていう。これが気になりますかね。まあ、このティラノザウルスの尻尾も、これは担ってるんで、まあ、大きくしすぎちゃうと、尻尾として破綻する。うん。なので、尻尾として成立する大きさがこのぐらいの大きさなのかと思いますけれども。うん。まあ、デラックスロボユニバースの武器って結構全部ね、ちっちゃいので、まあそう、しょうがないのかなと思います。それでは、こちらね、はい。当時品の大獣人のね、ロボットモードもやっていきましょう。まずプテラノドン外して、こう頭しまって、羽畳みます。はい。で、このキャノンね、はい。外してあげて、この背中ですね。はい。この背中に、こうやってね、取り付けます。はい。で、尻尾を上に持っていって、はい。ガチャッとね。で、畳みます。はい。で、このマンモスの頭ですね。これを外します。で、足を下ろして、はい。こんな感じでね。下ろして、で、この黒いボタンですね。これを押して、膝から下ね、まっすぐにします。はい。反対側も押して、はい。まっすぐにしますと。で、このトリケラトプスとサーベルタイガーのね、顔をこうやって前に向けてあげると。そしたら、この腕の部分ですね。これをくるっと回転させると、拳が出てきます。で、下ろす。反対側もくるっと回転させて、はい、下ろします。で、次この胸ですね。この胸の部分パカッとこう開いてあげて、そこにこのティラノザウルスのね、はい、この頭を収納する。で、これを閉じると、いや、これ美しいんだよね。はい。で、この中から顔が出てきて、で、この、はい、これ、角をね、後ろから前に持ってくると。気持ちいいんだよな、これが。はい、カチカチって言って、持ってきてあげて、で、ここね、はい、さっきのプテラノドン。これをちょっと下からだね、下にこう差し込んでから、パチパチとね、はい、胸に取り付けてあげて、腕にね、はい、このマンモスシールドと、はい、こちら、ゴッドホーンメッキだね。はい、これを取り付けてあげれば、これで、当時品デラックス大獣人になります。はい。もうその名の通り、神ですね。はい。じゃあちょっとこの当時品と、今回のデラックスロボユニバース版並べてみましょう。はい、こんな感じになっております。いや、すごい別物ですよね。いや、これはね、ほんと、みんな違ってみんないいですよ。本当にこれは。このプロポーションのいいスタイリッシュな大獣人もめっちゃかっこいいし、こっちのもうこの四角くて密度感のあるこのでかいさ、マッシブな大獣人もいいんだよ、もちろん。いや、素晴らしい。はい、どっちもいいです。で、このさっき言ってた、これだね。はい、このマンモスシールド。はい、比べてみると、これね、はい、だいぶスッキリしてるんですけど、こっちがちょっと足ついちゃってるとか、ゴッドホーンね、短いんだけど、こっちが長い。うん、こんな感じでなってるとか、まあ、いう部分はね、ありますけれどもって感じですかね。はい、こんな感じで。このね、体、まあ、こうだいぶ大きいです。ね。もしかしたらこれ見る人によったらアンバランスっていう人もいるかもしれないんですけれども、これはこれでかっこいいんだよね。っていう、本当どっちも違ってどっちもいいです。で、
今回のね、デラックスロボユニバース版、こんなの大獣人じゃねえっていう人は、SMP 買いましょう。はい。もうそれでいいと思います。うん。SMP ね、めっちゃかっこいいんで。まあ、なので、このデラックスロボユニバースは、そういう当時品買う大人に対して、あんまりね、ターゲティングしてないとまでは言わないですけど、そういうかっこよさとか、それぞれのね、守護獣のなんか見た目のクオリティを求めるのであればやっぱ SMP なのかなと思います。これはやっぱ同じ共通規格フレームを使ってどこまで戦隊を出すか、戦隊のロボット出すかみたいな感じだと思うので、なのでね、このデラックスロボユニバース楽しみたい人は買えばいいしね、別にね、微妙だって思ったら買わなければいいし、それだけの話ですよね。はい。だからね、もうだいぶ SNS がね、もうすごいんで、今の時代は。はい。で、さらにこのデラックスロボユニバースのね、おもろいところといえば、はい、こちら。他のデラックスロボユニバースのね、ロボットとパーツの交換ができるのでやってみましょう。例えば、この腕とか、全部いけんのかな？ちょっと一旦やってみますけど、頭も外してさ、取り付けてみましょうか。はい。こんな感じで取り付けて、はい。いける。いけるね。面白いっすね。で、この腕とかも外しちゃって、で、こっちに、こうやってね、はい、取り付けて、はい、上げることもできますと。はい。結構ね、組み替えしてる時にね、どっかのパーツがね、ポロポロ外れたりはね、します。はい。なので、遊びやすいか遊びにくいかで言うと、ちょっと遊びにくいところがあります。なんですけれども、こうやってさ、今までのこの戦隊ロボットをこうやって組み替えたりできるっていうの、今までジョイント合体みたいなのありましたけれども、このデラックス企画で、で、しかも今後ね、いろいろ、発表されてるので、まだガオレン、ガオキングとか真剣王とかね、もう発表されてるので、なのでこれが本当どこまでやってくれるのかっていうのが今、現状すごい楽しみですね。はい、こういうおもろ合体もできます。そしてさらにおもろいのが、はい、こちら、ね、ナンバーワン戦隊50ジャーのテガソードですけれども、これテガソードブラックに今してますけれども、このテガソードの腕にこのデラックスロボユニバースの腕を取り付けることができると。逆もしかりだよね。はい。例えばこの、ユニコーンドリル GO ですけれども、これ外して、で、ここのね、右腕に、はい、ちょっと待って、肩。はい、こんな感じで、はい、大獣人の右腕にユニコーンドリル GO をね、はい、取り付けることもできると。はい。で、ちょっと一旦こっち外してあげて、で、この腕をこっちの大獣人に取り付けることもできますし、こっちのね、はい、テガソードの方にこの大獣人の腕をね、はい、取り付けることもできると。今回腕が黒なのでテガソードブラックにねつけてみましたけれども、はい。なので、このデラックスロボユニバースも本当にこのジョイントがたくさんあるので、この腕をもっとねすごい腕にしたりとかもできるんでね、これでだいぶ可能性が広がりますね。はい。いやでも個人的にはなんか追加戦士とかでビュンディみたいなさ、こうもう全部このフレームのロボットが出てきてほしいなって思いますね。それでこのさ、じゃあ大獣人とかがさ、こう劇中で腕に合体したりとか足に合体したりみたいな、ちょっとこのテガソードにね、腕だけ合体するっていうのだとちょっとこの寂しいので、なんかそういうロボットが今後出てきてほしいなと思いますけれども、テガソードはね逆に腕以外もね合体させようとかってなったらもうすごいね、逆にテガソードに負担が来ちゃってかっこよくないデザインになったりとか、いろいろ問題が出てくると思うので、腕だけねこうできるってだけでもいいんじゃないかなと思います。さすがに腰はできないよね。ジョイントが違うもんな多分。
やっぱでっかいもんな、これ、ジョイントが。なので、ちょっとこれはね、無理ですね。ちょっと、これはさすがにちょっとね、こう、スカスカなので、この腰とかは、できないんですけれども、腕だけでもね、十分なんじゃないでしょうかと、個人的には思います。はい。そして、このデラックスロボユニバースのさらにおもろいところが、こちら。2体を合体させることで、また新たなね、超巨大ロボを生み出すことができるので、やっていきましょう。これで大獣人余剰なし2体合体になります。これできるんだね。いや、すごいよ。で、余剰なしとはね、言いましたけれども、さすがにこの、ある程度ね、プロポーションを維持したまま全てのパーツを取り付けるのはちょっと無理で、ちょっとこういうところとかね、もう乗せてるだけのパーツとか、これもちょっとジョイントで合体してるわけじゃなくて、こうはめ込んでるだけっていう。で、これは一応ジョイントでくっついてるけど、斜めにはなっちゃってるんですけど、それ以外はちゃんと全てジョイントでくっついております。っていうね、やっぱデラックスロボユニバースはこういう楽しみ方もね、できますので、いや、これやっぱ楽しいね。ということで、今回のデラックスロボユニバース版大獣人のレビューいかがだったでしょうか？やっぱね、今までは合体前が乗り物だったんだよね。全部。ゴーオンじゃ、特急じゃ、ね、豪快じゃ、ね、全部乗り物だったんですけれども、今回のこの大獣人は生き物、の見た目してるんで、恐竜なんでね、とか、恐竜以外もいるけど。なので、だいぶそこで、ね、ちょっと再現度が、ね、ちょっと違和感ある感じになっちゃったんだと思います。でもね、これで、大獣人、結局出さないよりかは、今回これで大獣人出てくれて僕は嬉しいと思っておりますね。で、次ね、ガオキングも来ますので、動物系もね、どんどんやってってほしいなと思います。僕はもう動物系の世代なんで、ガオレンジャー、ハリケンジャー、アバレンジャーの世代なんで、ほんと動物系めっちゃやってほしいですね。っていう感じで、このロボットのね、見た目だいぶかっこいいので、で、劇中にもね、今日出ましたからね、なんかめっちゃマントをね、つけてましたけれども。なので、出るんだと思って。だから今後ももしかしたらね、そういう、過去の、ロボットが出てくるのかもなっていうところ。で、あとやっぱ、そういう昔のさ、ロボットが出てくれるのも嬉しいですし、実際に今発売されてるから、それで遊べるっていうね、それも嬉しいよね。ってことで、気になった方、ぜひね、デラックスロボユニバースの商品ね、買ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。せーのと思ったらぜひチャンネル登録、ガイクス、TikTok、Instagram のフォロー、チャンネルメンバーシップも始めております。限定スタンプが使えたら限定動画見れます。あとグッズも発売してますので、よかったらチェックしてみてください。以上、スタルケルでした。